J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通したさまざまな出会いを語るひとときをお送りしています。今回はニューヨークからお届けしています。ニューヨークといっても、今ジョン F ケネディ空港で今日本行きの飛行機を待っているところでございますけれども、11月18日ですね、カーネギーホールの大ホールでピアノリサイタルをしました。これが僕にとっての初めてのニューヨークでのコンサートですね。このラジオでもニューヨークを拠点に活動するなんて、毎週言っておりますが、ニューヨークで活動らしい活動をしたのはこれが初めてなんじゃないですかね。2年半住んでいまして、でもずっとこの日を夢見ていました。僕は2023年4月に僕はニューヨークに引っ越したんですが、その頃なんてカーネギーホールといったら夢のまた夢で、どんな風にチャンスをつかめるかすらも分かっていなかったですけれども、お客さんとしてはよくコンサートを見に行っていて、いつかこの舞台に立てたらなぁなんて、思っていたものでしたが、もちろんね、カーネギーホールといったら数ある世界のクラシックホールの中でもやっぱり特別な風格を持っている会場で、あそこに立つということは限られた人しかできないですし、もちろん生半可な気持ちでは立てないなということは分かっていましたけれども、なので1年前にこのオファーをいただいてから本番の11月18日までずっとドキドキしていました。ステージに上がる直前ですね、舞台袖から舞台を覗くわけですけど、ものすごいなんか自分がどこにいるかわからないような感覚で、いよいよ舞台袖の扉が開いてステージに上がるんですけど、もともとステージが広めというのもあるんですが、僕にとってはもう限りなく無限に続くぐらい広く見えて、ピアノも遠くにあるような気がして、それでふと客席を見渡すとですね、2800席の満席のお客さんが拍手をしていて、で天井のギリギリのところまで、バルコニーのギリギリのところまで、席が埋まっていて、僕はものすごいところに来てしまったなと思いながら演奏し始めるわけなんですけど、もちろん緊張はしていたと思うんですよ。緊張はしていたんですけど、それとはまた違う、なんか自分がここで一瞬の隙でも不安を見せてしまったら押しつぶされるんじゃないかという、そんな空間の魔力を感じましてね。いつもは、自然体で弾くことを何よりも大切に僕はしがちなんですけども、この日ばかりは自然体なんて生ぬるいことは言っていられないというか、このステージで自分ができる限りのことを尽くすぞという、その自分で自分を言い聞かせてるとも言いますか、カーネギーで演奏している、ステージに立っている自分でしたね、あの瞬間ばかりは。そういった意味でもやっぱり特別な空間だなと思いましたけれども、終わった後の満席のお客さんの拍手の音とスタンディングオベーションの光景はもう一生忘れないでしょうね。カーネギーの大ホールでデビューするっていうのは、どんな音楽家にとっても特別な瞬間だと思いますけども、僕にとってはやっぱり3年前にニューヨーク移住を決めて、
2年半前に引っ越して、で最初の頃はとにかく不安で必死で、どうなるかわからないまま悶々とする日々が続いてきた中で、ようやくそのニューヨークで初めてコンサートができて、この初めてのコンサートをカーネギーのチャンスまで取っといたわけでは特にないんですが、結局これが僕の初めてのコンサートになって、とても幸せな瞬間だなと思いました。ニューヨークでいつもお世話になっている方々、ミュージシャンの方、矢野顕子さんとかホセ・ジェームスさんとかもう来てくれましたし、日本からもう僕のお世話になっている関係者の方々とか、家族とか友達とかヨーロッパからも、そしてね、応援してくださっている方々もたくさん来てくださる。そういう意味でも僕は幸せだなと改めて思った次第でございました。語り始めればいろいろあるにはあるんですけれどもね、ここで一曲お送りしたいなと思います。そんなカーネギーでも演奏した一曲です。ショパン作曲、ノクターン破綻調13番。演奏は隅野隼人です。先週はカーネギーの前はカナダのオタワ、そしてシカゴにいまして、オタワではオーケストラとの演奏、そしてシカゴはニューヨークのカーネギーと同じプログラムで、ピアノリサイタルだったんですが、オタワは
めちゃくちゃ寒かったですね。どこにあるかというと、モントリオールとかの近くで、ニューヨークからはさほどは遠くないんですが、困ったことにですね、今ガバメントのシャットダウンで飛行機の予定にかなりの乱れが生じていて、僕の乗る予定だった飛行機も直前でなんとキャンセルになってしまいましてですね。で、次の日がリハーサルだったんで、どうしても次の日の朝に着かなきゃいけないと思ったんですが、もう朝の飛行機が取れなくて、昼の飛行機でなんとか行って、それも少し遅れで、結局会場に着いたのがオーケストラとのリハーサルの開始の5分前というね、めちゃくちゃギリギリなんとかなったのかなってないのかみたいなところで、モーツァルトを弾き始めなければならなかったんですが、体もとても寒いのでね、なかなか指が最初は動かない中で、でもそんな大変なハプニングもありつつも、とても綺麗な街ですね。オタワも綺麗な街だし、オーケストラのナショナル管弦楽団、コンサートマスターの方が日本人の方で、それもあってかとてものびのびと演奏することができました。ずっと外はほとんど雪が降ってて氷点下で、かと思ったら次のシカゴはもう快晴で18度ぐらいっていうね、緯度はそんなに変わらないのにこんなにも変わるのかと思いましたけれども、シカゴも良かったですね。お客さんがとっても暖かくて、それでシカゴシカゴシンフォニーオーケストラが本拠地としているシンフォニーセンターで、内装は割とカーネギーに似ていて、あの時代の20世紀初頭19世紀後半のアメリカのなんて言うんでしょう、美的感覚ってあるよなとか思ったんですが、ところでラッドウィンプスのトリビュートアルバムに参加させていただきました。もうこれ見ていただければわかるんですが、そうそうたるアーティストの方々の中に並んで唯一ピアニストとして参加させていただいて、もう本当に恐縮な限りなんですけど、スズメをピアノで演奏しまして、もともとボーカルありの曲なんで、それをボーカルの曲を僕はピアノで演奏するときには相当なこだわりがあるんですけども、ピアノからも言葉が聞こえてくるような、そんな演奏をしたいなと思いながら録音しました。2年前に YouTube でもカバーさせてもらったことがあって、それの今回はバージョンアップのような形なんですが、アルバムの中でもね、一番最後の曲になっていて、僕も改めて1曲目から聴いていったんですけど、本当にいいアルバムですね。語彙力がないんですけど、改めてこの最後の曲で参加させてもらえたことに喜びを噛み締めております。そんなスズメ、
隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス、そろそろ時間となってしまいました。最後にお知らせです。来年1月21日にニューアルバムショパンオービットをリリースします。全国ツアー2026ショパンオービットも2月1日からスタートします。詳しくはオフィシャルサイトをぜひチェックしてください。そして来週はいよいよ K アリーナ横浜でピアノリサイタルですね、会場にいらっしゃる方はお待ちしております。東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-WAVE アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは住野隼人でした。今から登場します。